皆さんこんにちは、沖野です。今回は視聴者さんからの相談のお便りを読んでいくんですけれども、いつもだったら、相談のお便りを読んで自分の考えを皆さんにお伝えしてありがとうございましたっていう感じだと思うんですけど、今回はそれに加えてですね、もしかしたら皆さんの手助けになるかもしれない施設というか、場所というか空間というかを紹介したいなと思っているので、特に24歳以下の方にはぜひ見ていただきたいなと思っております。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは早速相談のお便り読んでいきたいと思います。今回お送りいただいたのは、はるさん男性17歳の方からです。現在高校2年生で学校では友達も全くいなくていつも一人です。人と喋るのが苦手で今まで恋人ができたこともありません。顔もあんまり良くないのでこの先恋人ができるのか不安です。ネットで恋人を作ることも考えましたが怖くて会うのをやめちゃいました。僕に恋愛は向いていないのでしょうか。高校生でもできる恋人の作り方など教えていただけたら嬉しいです。いつも楽しくて面白くてためになる動画ありがとうございます。これからもたくさん見ますので無理せず頑張ってください。はい、ということでありがとうございます。今回も10代高校生の方からの相談のお便りだったんですけれども、一番ね、ご本人が知りたいなと思っているのは、高校生でもできる恋人の作り方かなとは思うんですけど、その前にちょっと順を追って気になる点をお話ししていこうと思います。まず一つ目が、今まで恋人ができたこともありません。で、この先恋人ができるか不安ですっていう風にあるんですけど、高校生でその焦りを感じるのはちょっと早すぎると思います。別に30歳でいなかったら、40歳でいなかったら焦らなきゃいけないっていうわけではないんですけど、少なくとも17歳で焦るような時期じゃない。全然。ちょっと周りの環境がわからないんですけど、特に高校生って恋愛に対しての価値観って結構狭い中でやってるから、周りに付き合ってる人が多い環境だと、みんな恋人いるなってもしかしたら感じてるのかもしれない。これはね、多分地域差だったりとか、あとは学校の雰囲気とかによって、どういう風にみんなが恋愛してるのかっていうのがかなり変わってくると思うので、もしかしたらはるさんの学校とか周りの人だと付き合ってる人が多いのかもしれないんですけど、高校生で焦る必要全くないよっていうのがまず一つ。将来へのそんな不安を抱えるにはちょっと早すぎるなと思います。で、特にゲイの男性はこういうパターンの人結構多いなと思っていて、ちょっとはるさんがね、今回ゲイですとか男の子が好きですって書いてないんで、ゲイなのかどうかわからないんですけど、マッチングアプリで知り合った人とかで、それこそ別に10代の人じゃなくてね、マッチングアプリで18歳以下できないので、そもそも。それこそ20代とか30代で、実はゲイの人とまだ会ったことないんですっていうのをメッセージで聞いたりとか、会った時に実はお付き合いしたことないんですとか、そういう経験がないんですっていう人、そういう人に会った時に毎回思うことがあって、もしくは場合によっては相手に伝えることもあるんですけど、じゃあこれからが楽しみですねってよく言うんですよ。最初ちょっと緊張しますよね。でもなんかその一歩が今後踏み出せたら、これから先すごい楽しいこともいっぱいあると思いますよとか言うようにしてる。言うようにしてるっていうか、素直にそう思うんですけど、なので、はるさんがもし今付き合ったことがない、恋人ができたことがないっていうのであれば、その楽しみは自分はまだ先に取っておいてるんだって思えばどうですか？これは別に30歳だろうが40歳だろうが50歳だろうが同じような回答になると思うんですけど、実際ね、最初の感動ってあるんですよ。もちろん新しく付き合う人、それぞれの感動はあると思うけど、皆さん好きな漫画ありますか？別にアニメでもいいし、ドラマでもいいし、映画でもいいし、ゲームでもいい。何でもいいんですけど、初めてそれを体験した時の衝撃ってちょっとありませんか？ワクワクする感じとか、感動してボロボロ泣くとか。もちろん2回目以降さ、好きな漫画を2回目読み返しても感動するときはするし、何回もワクワクするとかあるんですけど、やっぱ1回目の衝撃ってあると思っていて、そういう意味では、まだ恋人できたことないのであれば、初めて恋人ができた時のワクワクとかドキドキとか辛さも感じると思うんですけど、多分それ結構な衝撃だと思うんですよ。初めてって1回しか経験できないのね。初めて何かをするっていうこと。初めて恋人ができるっていうのも1回しか経験できないから、その初めてをまだ自分は取っているんだって思えば、好きなものを最初に食べちゃう人もいれば、途中で食べちゃう人もいれば、最後ら辺に取っておく人もいるじゃん。そういう意味では最初に食べなかっただけなんだよね。はるさんは。なんで、今後その楽しみがまだあるんだこの先にっていう前提で過ごしていれば、そんなに辛くないんじゃないかなって思う。いつか自分もその楽しみ味わおうって思っとけばね。高校生でね、やっぱそこの焦りを感じて生きづらくなっちゃうっていうのはなんか損な気がするので、逆にその10代のうちしかできないこともたくさんあるし。で、あとはネットで恋人を作るの怖くてやめちゃいましたみたいな。それも個人的には正解じゃないかなと
思います。10代のゲイとかが集まって話すと、いいじゃん、もっとどんどん X とかインスタとかやって知り合いなよっていう人も全然いると思うんですけど、やっぱ大人からすると、10代ってなかなかその自分でこう危機回避というか、リスク回避というか、できない部分もあると思う。だって大人だってネットの出会いなんか失敗しちゃうんだから、騙されちゃったりとか危険な目にあったりっていうの大人でもあるから、そこを慎重に行くっていうのは、個人的にはなんか正しい選択をしたと、自分をむしろ誇ってほしいなって思ったんですけど、ビビって正解なんですよ、そこって。個人的には無理しなくてよかったと思います。怖くて会うのをやめちゃったっていう経験から恋愛に向いてないのかもって思わなくてもいいと思う。っていうのが今言いたかったです。ちょっと回りくどかったですけど。恋愛に別に向いてる向いてないはあると思います。沖野もどっちかというと向いてない側の人間なのですごくわかるんですけど。でもじゃあ、向いてる人がいい恋愛できるかはわかんないし、向いてない人がいい恋愛ができないとも限らないので。でね、高校生でもできる恋人の作り方って言われると正直わからないです。その10代に限らず、こういう出会いの場があるよねみたいなのは少し前に動画実は投稿してるので、それは気になる人は概要欄から見てみてください。ちょっと10代だと当てはまらない部分がすごく多いので、今17歳ってことで、今後、18歳、19歳ってこう成人していく中でね、活用できる部分はちょっと活用してみてください。たださっきね、ネットからその会うのが怖かったみたいな、あったんですけど、逆に言うとネットの中でやり取りする分にはリスクがないわけじゃないけどね、いろんな個人情報がどうこうとかさ、あるけど、ぐっと下がるは下がるので、例えばこう知り合いだけ作っておくとかね、ゲイだと仮に想定したとして、同世代のね、同じようなこうゲイの人と繋がって、何か話ができるような相手を探すっていうのはありなんじゃないかなと。学校でも友達がいなくていつも一人ですってあって、好きで一人でいる人もいれば、本当は輪に入りたいけど入れない人もいるし、インターネットだともう少しコミュニケーションに時間かけられるじゃん。どうしてもさ、通常の人間の会話ってなんか反射神経みたいなのがないと会話って結構難しかったりして。でも、文字でのやり取りってさ、考えて打てるから少し楽になる部分もあるかなって思うと、ネットは出会いのツールにする前に、一回その仲間作りみたいなところで使ってみてもいいのかなとは思いました。なのでちょっと恋人作りの全然アドバイスになってないんですけど、一応18歳以上というか大人になってからのお付き合い、こういう風に出会いの場に行ったらどうでしょうかっていう動画は本当にちょっと前に上げてるので、そちらを見てみてください。パッとした答えは出てないんですけれども、最初に言ったように、今日ちょっととある施設をね、紹介させていただきたいと思ってます。その名も、プライドハウス東京レガシーさんです。聞いたことある人？昨日は聞いたことなかったです。どうやって知ったかっていうと、特に去年の秋から相談の歌りで10代の方からの比率がめちゃくちゃ増えたんですよ。で、正直全然読み切れてなくて、もちろんそれ以外の年代の方も含めて読み切れてなくて、なんかどうにかできないかなって。でも自分で全部をやろうと思うのはもう無理だなって思ったので、何かを紹介したりしてっていうのができないかなって思った時に検索したんですよ。10代 LGBT とか悩みとか。そしたらちょっと出てきたのがこのプライドハウス東京レガシーさんだったんですけど、どういう施設かっていうと LGBTQ って言われる、いわゆる性的マイノリティだったり、もしくはそうかもしれないっていう風に迷ってる人、あとはアライって呼ばれる性的マイノリティにこう理解を示してこう支援をしてくれたりとか、仲間になってくれるみたいな印象かな。そういう人はアライって呼ぶんですけど、そういう人たちが集ってその性的指向だったりとか性自認っていうのを気にせず誰でも安心して過ごせるような場所を作りたいっていう風になった施設っていう風に聞いているんですけれども、今回なんと撮影をさせていただきました。ちょっとその施設内どういう雰囲気か見てもらうとイメージ湧きやすいかなと思うので、まずはそちらをご覧ください。それではどうぞ。こちらがプライドハウス東京レガシーさんの外観ですね。2階部分です。最寄り駅は新宿御苑前駅です。こちらが2階に上がる階段になるんですけれども、こういう風にちょっとレインボーというかカラフルにね、なっていてとっても可愛らしい感じです。どうしても入り口がね、2階のお店とかって入りづらかったりすると思うんですけど、中に入ってしまえば、むしろ外から見えづらくて、すごく安心してゆっくりできるんじゃないかなと、個人的には思いました。はい、こちら入り口から今ぐるーっと館内を見渡しているんですけれども、こういうライブラリーコーナーみたいなところがあったりとか、カフェコーナーみたいなところがあったりとか、テーブルと椅子が置いてあって、奥に個室だったりとかもね、あるみたいですけど、こんな感じで、これは開館前なので誰もいないんですけど、開館後はね、割とこう人で賑わってました。平日だったんですけど。
プライドハウスというのはカナダのバンクーバーオリンピックがきっかけで、それ以降のオリンピックやワールドカップなどスポーツの祭典とともに各国で広がっていったプロジェクトだそうです。日本でも東京オリンピックが決まった際にプライドハウス東京をオリンピック期間中に運営しようということで立ち上げられたんですが、コロナの影響で延期したオリンピックに先駆けて2020年10月11日国際カミングアウトデーにこの場所でオープンした施設ということです。LGBTQ+ 当事者はもちろんなんですけれども、それ以外の人も誰でも訪問 OK な場所だそうです。いろいろなガイドブックや報告書などが置いてあって、テイクフリー、ご自由にお取りくださいっていうことみたいです。こちらのライブラリーコーナーは LGBTQ+ 関連の書籍などが約3000冊くらいあって、貸し出しはしてないんですけれども、施設内で自由に読めるとのことです。学校の図書館とか一般の図書館だと周りの目を気にしてなかなか手に取りにくいなっていう人でもここだと気軽に読めるのがすごくいいなと思いました。カフェとしての機能もあって来館者は1人1杯無料でドリンクをいただけるそうです。2杯目以降も募金をすれば飲めますよっていうシステムらしく、金額は決まってないのでお気持ちでとのことです。それ以外にもグッズが置いてあったりとか、あとは LGBTQ+ 関連の映画やイベントなど様々なフライヤーが置いてありました。英語での発信もしているので海外の方も結構いらっしゃるそうです。あとはいろんな方が訪れるそうなんですが、若い人が比較的多い印象というふうにおっしゃってました。はい、ということで今ご覧いただいたんですけれども、少し雰囲気伝わりましたでしょうか？今回そのオープン前に撮らせていただいたので、誰も映ってないんですね。実際にオープン後は撮影はしてないんですけど、ちょっと1時間ぐらいかな滞在させてもらって、なんとなく雰囲気を感じてきたんですけど、平日の昼間だったんですけど、いろんな人が来てて、こうやっていろんな人に活用されてる場所なんだなっていうのはすごく感じることができました。で、なんで今回24歳以下の方に特に見てほしいと言ったかというと、そのプライドハウス東京レガシーさんで、いろんな取り組みをされている中で力を入れていることの一つに、こちらのラップアラウンドサポートっていう取り組みがあるみたいなんですけど、これどういうものかっていうと、LGBTQ+ の当事者やそうかもしれないと感じている24歳以下の子供、ユースのための無料相談支援プログラムっていう風に書いてあって、そういう LGBTQ+ もしくはそうかもしれないっていう24歳以下の方であれば、誰でも相談が可能になってます。実際にこのプライドハウス東京レガシーさんに行って対面でもっていうのも可能ですし、あとはオンラインも対応してるみたいなので、いや自分は東京に住んでないし行けないよっていう人も一応オンラインで対応はしていただけるみたいです。ただスタッフさんがおっしゃってたのはやっぱりその対面でお話できるっていうそういう機会あんまりないみたいなんですね。他の施設とかでやってなかったりもするらしいので、近くにもし住んでて行けるようだったらこれ新宿にあるんですけど、生身で会って話を聞いてもらえるっていうすごく貴重なね場なんじゃないかな。でこれに関しては相談の予約ができるみたいです。空いてれば一応当日でも可能らしいんですけど、ぜひ予約をしていくのを個人的にはちょっとお勧めしたいかなと思います。そういう取り組みをされてたりとか、ちょうど行った日がですね、ユースデーっていう取り組みをされてる日だったんですけど、このユースデーっていうのもその24歳以下の方が参加できますよっていうイベントで、プライドハウス東京で月に数回開催されてるみたいなんですけれども、こういうのもいただいて、これはユースユニット2月イベントカレンダーってやって、そのユース向けのイベントが2月はいつ行われますよみたいな。インスタグラムとかでもそういうスケジュールはね、載ってると思うので、ぜひぜひ行く前に見てもらえたらいいかなと思うんですけど、実際そのスタッフさんも24歳以下で、参加されてる方もみんな24歳以下で、LGBTQ+だったり、もしくはそうかもしれないっていう風に感じてる方が多分集まってやってるんだと思うんですよ。みんなでこうくっつけて何人かでやってましたけど、施設全体がそうなんですけど、ワイワイガヤガヤする場所っていうよりは、もうちょっとこう落ち着いて、声のトーンとかもみんなちょっとこう、ある程度下げて喋ってるような感じだったかなと。コミュニケーションガンガン取れますよの人じゃなくても、ちょっと人と話すの苦手とか、自分のことを話すの苦手とか、そういう人でも行きやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。気になる人はぜひそのインスタグラムとか X とかのアカウントとか、あとウェブサイトとか、いろいろ見てもらえたら、ちゃんとしてるなっていうのがすごい伝わると思うんで、そういう安心感はね、あるんじゃないかなと思います。こういう場があるっていうのはなんかすごくいいなと思ったので、今回紹介させていただきました。
あとは、24歳以下の話ばっかりしてるんですけど、それ以外にも他の取り組みももちろんされていて、これとかは年齢制限ないそうなんですけども、LGBTQ+命の相談窓口、辛い気持ちや不安な気持ち、生きづらさを抱えるあなたへっていう、こういう取り組みもされてるみたいです。これはね、利用可能な方っていうのが中に書いてあるんですけど、死にたいほど辛い気持ちを抱える LGBTQ+ 当事者やそうかもしれない人、死にたいほどではなくても普段の生活の中で何らかの困りごとや悩み、生きづらさを抱える人も対象です。並びにその家族や友人、職場、学校関係者などであればどなたでも利用いただくことが可能です。っていう風に書いてあって、年齢制限もないし、もちろん LGBTQ+ 当事者、そうかもしれないって思ってる人もそうだし、あとはその周りの人ね、たまたまここにたどり着きましたっていう、もし例えば子供にカミングアウトされてどうしたらいいかわかりませんっていう親御さんだったりとか、学校の先生だったりとか、もしくは部下にそういう風に相談されて、でもどう接していいかわかんないって思ってるような上司の方とかいらっしゃいましたら、そういう方でも相談可能っていうことなので、あとはですね、さっき写した中にもいろんな書籍があったり、パンフレットとかリーフレットとか置いてあったと思うんですけど、今回いろいろいただいてきた中で、個人的に一番読んだというか面白かったなって思うのは、Our Pride 今を生きる私たちの日々っていう、LGBTQ+ ユースの陣っていうところで、これすごく面白くて、その24歳以下の方たちのいろんな自分のセクシャリティについて話してたりとか、何か生きづらさを感じたことだったりとか、いろんな経験が書いてあって、大人が読んでもすごく面白いし、もちろんその10代とか24歳以下の方が読んでもすごく自分に近いなって思う人がいたり、あ、こういう人もいるんだって思って新しい視点をくれたりとか、すごくね、面白い冊子でした。プライドハウス東京レガシーさん行けばこういうものも無料でいただけるものもたくさんあったので、いろいろね、参考になると思います。あとは家に持ち帰りづらいなと思ったらその場で読ませてもらうっていうのもできると思うので、ぜひね、気になる方は行ってみてください。全国各地におそらく似たような施設がある場合もあると思うんですよ。東京じゃないしなっていう人は一回調べてみて、自分の県とかにそういうのがないか。はい、ということでちょっと初めての取り組みだったんですけれども、いかがでしたでしょうか？このチャンネル正直何かに偏るっていうことあんまりなくて、その場の思いつきでやってはいるんですけど、今回は結構真面目な話ができたんじゃないかなと思っております。いいなと思った方はぜひ、いいねとチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。メンバーシップもやっております。それでは、バイバイ。